皆様こんにちは。モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。さて、早いもので今日は4月の24日から1週間のウィークリーを見ていきます。少し星の話をさせてください。復縁望んでいらっしゃる方、私動画で1年に3回お伝えしてるんですけれども、また水星逆行がもうこの動画を上げるのが4月の22日の土曜日なんですけれども、21日から水星逆行が始まっているので、もうこれからの3週間復縁の大大チャンスだよと、ぜひとも復縁望む方頑張ってみてください。そして過去にやったことを再度復習をしたりとか再チャレンジするのもすっごくいい時なんです。なので再び頑張ってみようかなっていうことがある方、もうスタートして大丈夫です。今日は24日月曜日から30日までの流れを見ていくんですけれども、ゴールデンウィークも入ってくるしどんどん暖かいというか暑い感じにもなってきてますしという流れで見ていきましょう。まずいつも見ていただいている方はご存知なんですけれども、ルノルマンカード36枚を使ってグランタブローで見ていきます。そしてその後、このルノルマンと、あとこちらちょっと切れてましたタロットを合わせて7 days の流れ、月曜日から日曜日までの流れを見ていきます。そして今週の恋愛のアドバイス、そして今週のあなたへのアドバイスということで、オラクルカードを使いながら見ていきたいと思います。約2週間ぐらい前でしょうか、コメントに、こちらグッドタロット、今回のカードがすごく柔らかかったです、優しく感じましたって書いてくれてたので、今日もこのグッドタロットを使っていきたいと思います。じゃあ選んでいただきたいのは一番左、ブルーの方が1番です。幸せの循環。そして真ん中の方、ピンクホワイト、こちらの方のメッセージ、最高の笑顔。そして3番の方、ピンクです。いつもそばにいるよ。じゃあこちらの色やメッセージからピンときたものをお選びください。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ1番のブルーの方、見ていきましょう。こちらのカードシャッフルしています。じゃあ見ていきましょうね。最初の1列の9枚をまず出していきます。ファーストカード、子供のカード、鳥、木。この3枚のカードから今見て思ったのが、あなたの昔からの夢とかやりたいことをもう一回頑張り出すとか、あなたの心のときめき、そういうものを思い出す可能性があるのかな。水星逆行ですね。手紙、ハート、
は本。道。はい、それでは残りのカード出していきます。はい、1番の方、カードをね全部並べております。まずあなたのカードがここ右側の端のところに出ています。そしてあの人のカードが同じ列のここに出ている。まずカードをこう並べながら思ったのが、あの人の上に蛇があって、あの人の下に山があるんですよね。なので、あの人にはこう異性の影があるとか、もしかしたら奥さんとか彼女とか、いるのかなっていう感じがするんだけど、なんかこう今この存在の人にお相手様がすごくこう睨まれてる、監視されてるっていう感じがして、もうすごいこのねお相手様がこう窮屈な思い、辛いし動けないしみたいな、なんかそれがねすごくあって、であの人ってこの状況が今に始まったことじゃなくって、もともと喧嘩がこうなんか最近多かったのかなとか、イライラすることとかがあったのかなっていう感じが出てるので、なんかこうこのお相手様、非常にしんどそうな気がする。で今週以降、そういうストレスからでしょうか、すごくこう食べたり飲んだりとか、こう暴飲暴食とか、そういうところにこうストレスをこう解消するために、なんかそういう部分がちょっと気になるなっていうぐらい、なんかあの人が追い詰められていて辛そうな気がするのがまずねすごく感じたんです。であなたはっていうとねここにいるんですけれども、こう最近あなた自身もこうなかなか会えなかったりとか、遠距離とかこうそういうことがあって、こう恋の蓋を今一旦閉じたような気がする。こうあなた自身が少し距離を置きたいとか、冷静になりたいとか、このモヤモヤから一旦離れたいっていう感じで今一時飛行をしているような、そんな感じがするんです。なので今のあなたっていうのはある意味こう穏やかでこう平和な時間が過ごせてるのかなっていう感じがする。どうしてかっていうと、この悩みに今こう蓋をした状態だから。もしかするとあなた自身、例えば実家に帰ってる人がいたりとか、もしくは家庭に帰ってる人がいたりっていう感じで穏やかな時間を過ごせているような気がする。じゃあこれからあなたの流れはどうなっていくのかなっていうと、この次のカードっていうのがここの太陽なんですよね。なのであなた自身が素直になる、自分の感情とか気持ちとか、あと水星逆行もあるから、どうしても過去に良くも悪くもこうフォーカスするんですよね。でその時にあなたが素直に思うこと、感じることは何だろうっていう風な感じがする。もしかするとやっぱりあの人と頑張りたいっていう人、自分の気持ちを告げたいとか、もしかしたらあなたがこうなんか返信をしなかったりとか、ブロックを例えばしてたりとか、もしそういうものがあるとするならば、
例えばあなたがブロックを解除するとか、返信をするとか、そういう流れになっていくのかなっていう感じがするんです。でこれは今週以降の流れなので、来週この1週間ぐらいはまだねこう平和な時間、こうきちんとしたモヤモヤは取れないかもしれないけれども、あなたにとっては平和な時間が訪れて、そして来週以降あなたがこう自分の気持ちに素直になって、いろいろ行動する、考える、そういう感じがしています。じゃあ今週の流れはどうかっていうと、子供、鳥、木、そしてネズミ、花束、雲、怒りって出てるので、やっぱりこう恋愛の悩みは今週は続いていく、こうきちんとしたこう決着っていうよりも、なんかこうモヤモヤっていうのは確かにあるかもしれない。でもこのあなたの次のカードが太陽なので、来週以降あなたの中にこう復活とか、愛する喜び、愛される喜び、そういうものがとっても強く出てくるのかなっていうふうに思っています。大きな成功だったりとか、大勝利をつかんだりとか、大きな幸せ、そういうものが出ているので、逆に今週はいろいろ考える時間、悩む時間っていうのがあるからこそ、来週以降のこの太陽になっていくのかなっていう気がしています。じゃあもう一回ね恋愛のことを見ていくんだけど、やっぱりハートの斜め下に蛇がいるから、あなたにもしかしたらこう嫌なニュースとか、見たり聞いたりっていうことがあるかもしれない。でもね、ここにキーという解決ができるカードと月とワンちゃんが出てるから、こう友達が話を聞いてくれたりアドバイスをしてくれたりってことで、そういう意味では気持ちはかなりこう明るくなっていくのかな。そんな感じはまずしていますよ。なのでこうなんかね、モヤモヤはもう一回言いますね。モヤモヤはなかなか全部はクリアには今週はならないかもしれないけれども、来週以降あなたの中にピカッとこう光がこう走る感じで、自分の気持ちにすごく素直になれる、ものすごく元気になれる、そういう感じがしています。特にね4隅のこのねカードってとても意味が強いんですけれども、太陽と道が出ているので、道っていうのが悩むとか選ぶってことなんですけれども、今週いわゆるそういう決断ができる、だからこそ来週以降こう強運を手にすることができるのかな、そういうふうにも思っています。じゃあ仕事のこと見ていきます。まずあなたが自分で仕事をしています。アルバイト、パートの方から見ていきましょう。この仕事を表すカードのところにクロスと棺桶が出てるので、ここ最近は、こうなかなか理想の売り上げに届かなかったりとか、ちょっとこう気持ちが落ち込んでしまったりっていう感じがしています。こう仕事をする回数が減っていったりっていうことがあるかもしれない。でもこれからの今週の流れを見ていくと、こうあなたにとって
2つ以上の道ができてくるって出てるので、例えば今のお仕事と何かを並行してし始めたりとか、あとは、収入が2つ以上になる可能性もあって、そしてあなたが中心となっていろいろなこと、もしかすると家で何か人を呼ぶとか、もしくは自宅でお仕事をしていくような、そういう流れにもなるかもしれません。流れはね、いろいろようやく動いていくのかな、あなたが決断することができるのかなというふうに出ています。じゃああなたが今度はサラリーマン、会社員の方はっていうと、ここです。辛かったですね。会社辞めたいなとか、やりがいがないなとか、会社休みたいなとか、実際会社をね休んでいる人なんかもねいるかもしれないです。でもあなたが、今週は元気になれるっていう感じ、前を向く、自分のやりたいことが見えてくる、そういうふうに出ていて、そして、先ほどの、ここのね太陽につながっていくんですけれども、恋愛も仕事も来週以降大きなスポットライトを浴びるような感じで、仕事の充実感とか、例えば表彰されるとか認められるとか、そういう嬉しい流れになっていくような気がしています。じゃあ今週の金運なんですけれども、そうですね、今までは案外使うことが多かったのかな。案外大きな額の金銭的なお買い物とか、そういうものがあって、案外予想してなかった大きな出費っていうのがあったかもしれません。で、今週はですね、ここにフォックスが出てるので、用心するとか、きちんと話を見極めることが大切って出てるので、いろいろな話が入ってきそうなんです。こんなのあるよとか、やってみないとか。でもその時にあなたがどれが本当にいいものでそうじゃないかっていう嗅ぎ分ける能力があるし、それをした方がいいよって出てるので、なんか慎重に、人を疑う前提っていうのはもちろん好きではないんだけれども、でも今週はしっかりと頭を情とかじゃなくって冷静にクリアにしながら情報を吟味していった方がいいかなっていうふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日でタロットとの流れセブンデイズで見ていきたいと思います。はい、それでは今からセブンデイズの流れ見ていきます。上がルノルマンカード、下がタロット、左から月曜日から日曜日までの流れを見ています。またね、カップの9、ウィッシュカード出てますね。なんかタロットね、案外いいのが出ています。まずこの1週間の流れでいわゆるいい日、ついてる日おすすめの日が月火水、そしてあと日曜日が大吉かな。で金曜日悪くはないんですよ。木曜日がなんか秘密がバレるとか、文書が流出するとか、なんかそういうのがね出ているので気をつけてくださいね。LINE の乗っ取りとかね気をつけてください。そして土曜日が
少しあなた自身がモヤモヤってしちゃうって出てるので、でも日曜日には雲から太陽に変わるので、日曜日にはすっごく元気になると出ている。じゃあ行きましょう。はい、月曜日が子供のカードとカップの6が出ています。なんかね、どちらも過去を表すカードとか哀愁を表す、子供を表すカードが出てるんですよね。なので月曜日、もしかしたら不意に昔の恋人とか過去のあの人に再会する、連絡がある、そういう可能性があるかもしれません。復縁望んでいる方、まず月曜日チャンスです。そして火曜日が鳥とソードのエースが出てるので、ものすごく急に連絡が来て驚くとか、それこそ音信不通のあの人からもうびっくりするような、そういう感じがあるかもしれません。なんか鳥っていうかこのユニコーンなんですけど、すごくソードのエースって動きが速いんですね。なので遠くから突然来るっていうイメージ、嬉しいコミュニケーションとか連絡が来そうな感じ、これが火曜日です。あなたの思いを届けてくれるっていう意味もあるので、連絡をするのも吉。はい、そして水曜日、素敵なカードが出ました。木とカップの9です。木は穏やかな、実りある日なんですけれども、そこにウィッシュカード、願いが叶うカードが出てるので、もう水曜日は幸せって感じ、もう穏やかで幸せ、もう願いが叶う、嬉しいみたいな、そういう感じが出ています。で、木曜日がやや要注意です。ネズミと忍者が出てるので、ネズミっていうのは無駄遣いとか、お金が流れていくっていう意味もあるんですけれども、今回は忍者、保守的でいないといけないとか、何かを守らないといけないものが流出してしまう、出てしまうっていう可能性があるので、メールとか LINE の誤送信とか、そういうのも気をつけてください。そして金曜日、悪くはないんです。花束とソードの2なので、平和な一日が過ごせますって感じです。これは特に恋愛面で、ソードの2ってむちゃくちゃいいってわけではない、でも悪くは全然ないんですよ。ただ穏やかに、むしろその日を楽しくいつも通りに過ごすっていうことはおすすめです。で、土曜日が一番あなたの中でこのね、雲が出てるので、モヤモヤっていうものがあって、なかなか気分が晴れなかったりとか、あなたらしく入れない部分があるかもしれない。いつもは元気いっぱいでアクティブなイメージなんだけれども、そういうものが土曜日に関してはちょっとできにくいとか、悩みが多くなってしまう日になるかもしれません。でも日曜日にはもう太陽と、あと怒りが出てるので、すごく元気いっぱいな一日。ぜひ外に出るとか、都外、で過ごすことをおすすめしたいです。なんかあなたの周りにたくさん人が集まってくる、そういう風に出ています。じゃあ1番の方、まず今週の恋愛のアドバイスから見ていきます。はい、じゃあまずは恋愛のアドバイス。はい、じゃあまずは見ていきましょう。今週の恋愛、
ね、なんかこう複雑な恋愛の方って案外このカードが出ることが多いんだけれども、なんかお相手様はお相手様できちんとこう問題解決しようと思っているから、だからその時間を待ってあげてねっていう感じかな。そしてあなたとお相手様の関係もきちんと解決できるから、だから大丈夫だよ、心配いらないよと、焦らなくていいよっていうことを言ってくれているような気がする。この解決っていうのが、私は火曜日水曜日、やっぱ一番日曜日かなが一番できるような感じなので、まずそこは焦らなくていいよということです。じゃあ今週のあなたへのアドバイス。はい、じゃあ見てみましょう。今週のあなたへのアドバイス。コミュニケーションのカードと、あとこのね、お掃除のカードが出ています。水星逆行の時はまずこういろいろなコミュニケーションがうまく伝わらないっていう時もあるんですけれども、でも止まっていた関係が動き出すっていう意味もあるんですね。で、こういうお掃除をすること、不要なものを捨てることによってあなたのコミュニケーション力、これがどんどんクリアになっていく、イコール復縁したい人は復縁の可能性が高まるし、連絡が欲しいって思っててこういうふうにね、モヤモヤって例えばするよりも、とにかく体を動かして掃除しようみたいな形をしていると、日曜日にはきちんと解決ができるとか、そういうことを言ってくれているような気がするので、今週なんかあの人と連絡が取りたいとか返信が欲しいって思う時には、まずはお掃除をおすすめしたいなと思っています。はい、これが1番の方へのメッセージです。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。はい、それでは2番の方見ていきます。はい、じゃあ最初の一列見ていきます。まずファーストカード、ユリです。クロス、いいえ、これ何かね、今週ご実家とか、何か2番の方のご先祖様がなんか呼んでるのかな。お墓参りとかいいかもしれないですね。はい、ワンちゃん、庭、釜、ライター、キー、ハート。はい、じゃあ残りのカード出していきます。はい、じゃあカードをすべて並べました。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードが同じラインのここにあって、なんかですね、2番の方むちゃくちゃ複雑な
うん、わけがある恋愛かな、というふうに思ったのが、まず、あなたとあの人の間に蛇がいるんですよね。なので、ライバルがいる恋なのかなと。そして、この蛇とリングがあるので、なんか先にあの人に出会ったとか、先に付き合いだしたとか、結婚したとか、なんかそういう約束というものがこのライバルの人が持ってるような気がするんですよ。まずそれが一つ。そしてあなたは連絡を待ってるとか、連絡をしたいんだけど自分からはなかなか動けない、すごくなんか長い間待ってるって感じなのかな。声が聞きたいとか会いたいとか、でも今は待つこと、それを今あなたは、待つことを頑張っているというか、頑張って待ってるって感じかな。あなたの2番の方の今の状況を見ていると。で、あの人はっていうと、あの人自身もすごい辛そうなんですよね。これがもう運命なのか、受け入れるしかないのかみたいな、そういう部分もあって、そこに家庭のカードが一緒に出てるので、家族を受け入れるとか、受け入れないといけないっていう、背負うというか重荷というか、そういう感じがしていて、であの人もすごくあなたからの連絡を長い間待ってるっていう感じがしてるので、なんかお互いに、あの人の上にはクロス、あなたの下には山、そしてそれぞれに連絡を表すライダーのカードと手紙のカードが出ているので、なんかお互いにもしかしたら連絡が取れてないかもしれない。でもお互いに今はお互いに待っている。でもなんかそこの2人はつながっているっていう、そういう、なんか辛いんだけどでも切れてないよっていうことを言いたいかな。ここの4隅のところにまずここに太陽が出てて、そしてハートが出てるので、もうやっぱりお二人っていうのはどんな障害があったとしても運命の人、ソウルメイト、それはね感じます。だから、カード曰く諦めないでねと、辛いかもしれないけど諦めないでねって言ってるような気もするんです。で、今週の恋愛の流れを見ていると、まだ孤独感とか寂しさっていうものはあるかもしれないんだけど、このハートの次っていうのが、次がコウノトリなんですよね。環境が変わるとか動いていくとか変化する、そういうもの、引っ越しとか環境の変化とか、そういうものが出てるので、動かなかった恋愛がようやく動いていける可能性がある、来週以降。そしてあの人のカードの横に出てるので、あの人からの何か動きが期待できるのかなっていうふうにも思っています。だからですね、あなたも今はなんか待っているとか連絡できなくて辛いっていう、すごく我慢をしながら耐えてるって感じがするんだけれども、今週以降いろいろな
解決策が見えるよとか、いろいろな可能性、それが広がっていくとか、あとは今まで使っていなかった、アプリとか、例えばそういうものでもしかしたらあの人とつながれる可能性っていうのがあるかもしれません。なので今の一番この辛い状況よりは、随分気持ちは楽になっていくのかなという、そういう感じが出ています。そしてじゃあちょっと仕事のことを見ていきます。まずあなたが自分で仕事をしているアルバイト、パートの方から見ていくと、なかなか思うように結果が出なくて、もやもやっとしてた部分が多かったかもしれません。で、今週の流れはですね、これちょっとお金とか権力のカードとネズミのカードが一緒に出るので、この仕事に対して経費が例えばかかりすぎたりとか、そういう可能性もありますし、飲食をしてお金が出ていくっていう可能性もあるので、会社の人とか、例えばお客さんとっていう風な感じの交際費っていう可能性もあるかもしれません。ただ案外ね、食べ過ぎる可能性とかもあるので、そこは気をつけてくださいね。はい、次は会社員、サラリーマンの方見ていきたいと思います。なんか人間関係に悩んでいたとか、特に上司との関係に、この2番の方が疲れていたとか、ストレスを感じていたっていう風に出ています。で、今週はあなたの中の、仕事をしていく気持ちがキラキラと戻ってくるっていう感じが出てくるので、初心の頃の気持ちとか、例えば新入社員の頃の気持ちとか、そういうもので、あなた自身がキラキラと輝いていける可能性はありそうです。そこはいいところ。ただやっぱりね、蛇が出てるので、仕事は楽しかったりとか、きちんと成果を出していけるんだけれども、信用ができない人がいるとか、そういうところでは、まだやっぱり人間関係っていうのはどうしても、悩みはつきものかなっていう風な感じで出ています。で、ごめんなさい、金運のことを見ていくんですけれども、はい、金運はここのカードです。なかなかね、交友関係が、広がっていく時です。なのでそういう意味では交際費に使っていくっていうものが出ていて、ただ思った以上に大きな出費とか突然の出費っていうのがありそうな気がします。ローン払いとかは、大きな契約とかローン払いとかは、今週はおすすめはできないかなって感じです。水星逆行が入っている時って大きな買い物はおすすめできない時期なので、しっかりと下見をするような感じの方が今はいいかなって感じです。むしろいろいろ用心してねというふうに出ているので、そのあたりはしっかりと着実に周りを見渡すということをおすすめしたいです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に1週間の流れ見ていきます。はい、それでは1週間の流れ見ていきます。上がルノルマンカード、下がタロット、月曜日から
日曜日までの流れ7daysで出しています。まず、いいのは月曜日、そして大きな生まれ変わりとか復縁とか、そういうすっごく大きなチェンジ、変化、再生があるのが火曜日。そうだな、月火いいでしょ、水木もいいでしょでね、土日もいいんですよ。金曜日だけがちょっと疲れてたりとか、疲れが溜まってたりとか、イライラしがちっていうのはあるかもしれないんだけど、ここにね大きな再生復活も出ているからということで、いいのが出てますよ。はい、じゃあ月曜日から見ていきましょう。まず月曜日がユリとフールが出ていますね。この時は月曜日はあなた自身がキラキラするもの、あなたがやりたいようにやっていいよっていう風に出ています。人の目を気にするとか、そうじゃなくってあなたが望むこと、あなたがやりたいことをやってくださいっていうのが月曜日。そして火曜日がクロスとコインのエース、すごいです。もう生まれ変わり、再生、もう復縁の大チャンスっていう風な感じが出ているので、ものすごく強い日になってます。そして水曜日が家とソードのナイトが出ているので、家に関するアドバイス、すごく嬉しいニュースが家にやってきたりとか、実家にやってきたりとかっていう可能性もあるし、一緒に住んでいる人とかパートナーに嬉しい喜びっていうのがあるかもしれません。そして木曜日が、出会いとか恋愛において、嬉しいね、花束が出てるので、嬉しい知らせとか喜びとか連絡とか、そういうものが出ています。よかったですね。ただ金曜日だけは気をつけてください。無知とカップの8が出ているので、喧嘩別れにならないように、きちんと自分の感情をコントロールしたり、疲れてたら早めに帰るということをお勧めしたいです。そして土曜日、すごくいいです。星とワンドのクイーンが出ているので、あなたがとてもキラキラ輝いています。もうやりたいことを自信を持ってやってください。率先してやってください。そして日曜日がクローバーとワンドの6、勝利のカード、前に進むことができるカード、嬉しい知らせがやってきたり、積極的に動くことであなたが勝利を手にすることができると出ています。じゃあ今週の恋愛のアドバイス見ていきます。まず今週の恋愛のアドバイスは、はい、じゃあ開いていきます。今週の恋愛、すごい見てください。はい、過去からのご縁がね、再びついてきそうです。昔の恋が再び動くと出ていて、復縁する可能性ね、すごく高そうです。復縁望んでいる人、イエスも出ているので、大チャンスの予感です。そして今週のあなたへのアドバイスです。はい、あなたへのアドバイスが、はい、おっとカードが2枚出ましたねはい、もうなんかね、やりたいことをねやっていきましょうとね、このね、あなた自身が目覚めるとか、非常にパワーとかエナジーがある、もうやりたいことに行動に移す時ですよっていう風に出ているので、もう迷うのではなく動きましょう、行動しましょう、あなたには素晴らしいエネルギーがありますっていう風に伝えてくれています。
はい、これが以上となります。はい、じゃあ3番の方取っていきます。はい、じゃあ最初の1列のみ出していきますね。はい、まず出たカードが怒り、手紙、無知。もしかしたら3番の方、こう何かどなたからの連絡を待っている、こう返信を待っているっていう方が多いのかなと思いました。そしてコウノトリ、クマ、カンオケ、はい、そうですね、カンオケ、ライダー、リング、はい、家が出ました。それでは残りのカード出していきたいと思います。はい、3番の方、じゃあ全部カードを出してみました。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードはっていうとここにあるんですね。確かにね、今2人はこの距離はまあ確かにあるのかなっていう感じがしていて、なんか今の3番のあなたの、直近の過去を見ていると、なんか約束が守られなかったとか、約束がリスケになった人とかも、いたりっていう感じで、少しショックが大きかったのかなっていうふうに思っています。でも今週はあなた自身がすごく、幸せというか穏やかというか、そういう心がほっとするような連絡が来るとか、もしかしたら今現在来てるかもしれない。なのであなた自身がすごく優しい気持ちになっているような気がしています。そして、これからのあなたの流れが、次のカードがこの船になるんですよね。船っていうのが前に進むとか動き出す、実際に旅行に行く、引っ越しをするっていう方もいるんですけれども、何かいろいろな、あの人だけじゃなくて関係性が次のステージに動いていくのかなっていう感じがします。でその次にあの人のカードが出てるので、ようやく再会ができるとか、あの人に会いに行くとか、そういう方もいるのかもしれません。でじゃああの人はっていうと、なんとなく遠距離だったり距離が邪魔していたのかなっていう感じで、あの人も寂しい思いをしていたような気がします。でも今心がワクワクしている部分、それもあるのかな。なんかあの人の心が少し上向きになっているような気がします。ただ恋愛においては2人の間でやはりいろいろな不安要素があるみたいで、お相手様の気持ち、これからどうなっていくんだろうとか、また今回会えてもまた次会えなくなるとか、そういう嬉しい気持ちと未来に対する不安っていうものがあるのかなっていうふうに思っています。ただなんか恋愛のところを見ていくと、もしかしたら複雑な恋愛だったりとか、人になかなか言えない恋愛だったりとか、恋自体が少しストップしている人っていうのももしかしたらいるかもしれない。でも今週の恋愛の流れを見てると、やっぱり恋が動き出すとか、これ風なんですよね。風っていうのは動きが早かったりとか、2人のところに、あなたのところに嬉しい知らせが届くとか、そういう感じもありますし、まず恋愛運自体が非常に好調ごめんなさい
まず恋愛運自体がすごく好調。そしてもしあなたが出会いを求めていますっていう方であれば、何かの集まり、セミナーだったりとか、いろいろ食事会とか何でもそうなんですけれども、結婚式とかもありなんですけれども、飲み会とかもありです。そういうところですごく理想の人の出会いがあるとも出てるので、今週以降ぜひ積極的に出会いを探している人は動かれることをお勧めします。そして水星逆行が始まりますので、もしあなたが復縁を望んでいるのであれば、連絡のカードが出てるので、ぜひ連絡をしてみるということをお勧めしたいなと思っています。そして今週の恋愛だけじゃない、全体の流れが怒り、手紙、無知、そしてラスト4枚が子供、太陽、フォックス、木が出てるので、前半はなかなかコミュニケーションとか来てほしい連絡が来なかったりっていうところで苛立ちがあるかもしれないんですけれども、後半はもう太陽が出ているので、あなたの願いが叶うとか、この太陽と木が出てるので、この幸運がかなり長い期間続いていく可能性もあるのかなと、そういうふうに思っています。なので、今からの流れが、私はあなたが何か動き出す、仕事でも恋愛でもっていう感じに見えています。はい、じゃあ今週の仕事のこと見ていきましょう。まず、あなたが自分で仕事をしています、アルバイト、パートをしていますという方、最近はなかなか厳しい状態が続いていたような気がします。我慢が多いというか、辛抱が多い、売り上げが下がってしまったりっていう風な感じが見えているんですけれども、今週以降異性のお客様が例えば増えたりとかですね、あとはあなたにとって異性の人がいいアドバイスをくれたりっていう風な感じになっているので、揺りが出てるので緩やかな上昇、そういうことになっていきそうなので、今がある意味一番の辛い状況、そこだったのかなっていう感じでも、今からは緩やかに上がっていくので、売り上げとかも期待ができるのではないでしょうか。そしてあなたが会社員、サラリーマンの方で見ていきたいと思います。はい、こちらなんですけれども、はい、同じカードが共通カードとして出ています。3番の方はご自分で仕事をされている方も会社員の方も、一旦停止というか、気持ちが落ち込みやすかったりとか、体調を崩しやすかったりとか、そういう状態だったのかなと。なんとなく周りの人と輪がうまく調和が取れない、そういう感じ、距離が感じられるような部分があったかもしれません。でも今週以降の流れ、コミュニケーションがすごく活発になっていくとか、嬉しい知らせっていうものが出ているので、例えば転職活動をしている人とか、あとは社内でのコミュニケーション、同僚の人、上司の人、部下の人、そういう人とのコミュニケーションが非常に活発になっていく。このコミュニケーションを取ることによって、この辛かった状態が打破できていくのかなと、幸運の鍵になるのかなと、そういうふうに出ています。そして今週のあなたの金運を見ていきましょう。はい、ここです。今週の金運なんですけれども、今まではどちらかというとお金を使ってしまうことが多かった。それもなんとなく使ってしまうっていう風な感じが出てるんですね。気がついたら、なんかこんなに使っちゃってたとか、カード明細見てびっくりしたみたいな、そんな感じがあったかもしれません。そして今週以降なんですけれども、お友達のカードが出てるので、友達に会うとか、
なんか交際費、そういうものに有意義に使えていくのかなっていう感じです。そしてこれからがもしかするとこの3番の方には2つ以上の収入が出てくるかもしれませんので、あなたのこれがこう女性らしさとかセンスとか美意識っていうものがあるので、そういうあなたのセンスで何か仕事を始めるとか副収入を得る人などもいるかもしれません。これからの流れはねとってもいいし、プラス黒字傾向になりそうです。じゃあ今から月火水、そして木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れを見ていきたいと思います。はい、それでは1週間の流れ出しています。上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れです。まずいいな、この日いいなって思うのが月曜日、火曜日、そして金曜日は超ミラクル大吉、そして日曜日もいいかな。そしてこれ気をつけてねっていうのが水曜日。水曜日疲れとかなんかいろいろなアクシデントっていうのがあるかもしれない。あとは土曜日も悪いわけではないんだけれども、この水曜日かなが、一番気をつけてねっていう感じで、じゃあ見ていきます。まず月曜日なんですけれども、はい、怒りとソードのページが出ています。あなたの生活に同じような一日の中に突然何かね知らせとか連絡っていうのが来る予感と出ています。もしあなたが何か連絡を待っているっていう方であれば、突然の連絡に、嬉しい連絡に驚くかもしれません。そして火曜日が手紙とワンドのキングが出ているので、すごく仕事運がいい日です。そして仕事に対する連絡とかコミュニケーションが取りやすい日って出ているので、会社の方もしくは転職活動をしている人とかは嬉しい連絡などがあるかもしれません。そして水曜日だけが気をつけてほしいです。タワーと無知が出ているので、タロットのタワーっていうのはアクシデントとか予期せぬハプニングとか喧嘩っていう意味があります。あなた自身も非常に疲れている可能性もあるので、もうとにかく無理をしない、時間に余裕を持つ、早めに帰宅する、あまり大きなお金を持ち歩かないっていうのを水曜日はおすすめしたいかな。そして木曜日は基地って感じです。あなた自身がやりたいことがいろいろ出てくる。これもしたいんだけど他のものもしたいなみたいな、今は決断をするっていうよりもいろいろな候補を出すっていう風なことでいいと思います。そして金曜日が大吉です。太陽とカップのナイト、もう恋愛で出たらねすっごく嬉しいカードが出ていて、もうなんかね2人はすごく好き合っていますよとか、なんかとても相性のいい人に出会いますよとか、あとすごく素敵なデートができる、そういう風に出ています。そして土曜日がフォックスとカップの8が出てるので、少し寂しい思いをするとか、あなたが素直になれない部分があると出ているので、やや強がってしまう部分とかがあるかもしれません。なので、あなた自身の、直感力とかを生かしながらこの土曜日は過ごしてほしいかなっていう感じがしています。そして日曜日は木とコインの3が出てるので、とても伸びやかに穏やかに幸せな穏やかな週末を過ごせるような感じです。じゃあ今から今週の恋愛運のアドバイス見ていきましょう。
まず恋愛運のアドバイスが、はい、じゃあ開いていきます。あなたへの恋愛のアドバイスが、はい、forgiveness。なんとなくこう寂しそうな、素直になれなかったり喧嘩しちゃったりっていうところがあるかもしれないんだけど、こうあなたがかな、なんかこう許す、あの人のことを許す、あなた自身が自分のことを認めてあげることによって、あの人との関係が本当にあの人にとってあなたが一番の大切な本命になるよっていうふうに出てるので、この許すっていうキーワードを今のあなたの状況にどうぞ当てはめてみてください。すごくね素敵なカードが出ました。そして今週のあなたへのアドバイス見ていきましょう。今週のあなたへのアドバイスが、はい、こちらです。はい、リマインポジティブと、アセプタンス、受け入れる。なんかこう笑顔とね、あとこうハートをこうしっかりと大切にこう持ってるっていう感じがして、今週はあなた自身が絶対に幸せになるんだとか、幸せになることを自分で認めてあげてほしいなと。そのためにはこう笑顔でいることとか、心をなんか幸せな気持ちで満たすこと、それをおすすめしたいです。特になんかハートとか花束っていうのが今週のキーワードのような気がするので、花を買ってみるとか、あとはこのハートチャクラを開くためにラッキーカラーのグリーンとかをこう取り入れてみるとか、そういうのもいいような気がしています。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、じゃあ1番の今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここにあって、ここがね非常に難しいんですけれども、ご主人に例えばなんとなく最近怪しい影があったりとか、もしくは誰かにこうなんて言うんでしょう、追いかけられるようなこととかがもしかしたらあったかもしれません。そういう意味ではご主人に非がなくても、もしかすると何らかの影っていうものがあるかもしれない、あったかもしれないっていうものがあって、でもご主人はかなりストレスを溜め込んでいるっていう感じなので、迷惑に思っているのではないでしょうか。そして、今一番のあなたはっていうと、なんかねそういう傾向が見えたからなのか、ご主人との関係が今止まっているような、もしかすると実家に帰っている方もいるかもしれないしっていう感じなんです。でも、今週あなた自身が穏やかな気持ちに、なるっていうふうに出ているので、ご主人との距離が、少し縮まっていって穏やかな、家庭生活、幸せな家庭生活が過ごせるのではないでしょうか。そしてファーストカードに子供が出て、コウノトリがねここに出ているんですけれども、案外ねこの1番の赤ちゃん、すごく元気にお空の上を動き回ってるような感じがします。もしお腹の中に今
赤ちゃんがいますっていう方だったら、お腹の中をかなり動いているのではないでしょうか。そしてお話好きの子みたいなので、いっぱいお空の上、お腹の中、しっかりと声を聞かせてあげる、話をしてあげるっていうのがすごく良さそうな気がします。なんか声を聞くと、パパさんママさんの声を聞くと安心して育っていく、そういう風に出ているので、子守歌ではないですけれども、話しかけることがなんかすごく赤ちゃんが来やすくなるとか、お腹の中で育っていきやすくなるという風に出ているような感じです。あと、ご主人のことも心配してるみたいですね。なんか忙しそうだけど、イライラしてるみたいだけど大丈夫かなみたいな、赤ちゃんはちょっと心配しているみたいで、やっぱりね、お空の上からもしっかりとお二人の関係性とか、そういうものも見えているみたいです。なのでちょっと今ね、ご主人が非常に辛そうなので、なんかね、すごく食に走るというか、食べることでストレスを解消したいっていう部分があるみたいなので、ご主人の大好物のものをいっぱい作ってあげて、それで話を聞いてあげるっていうことがお二人の距離、そして赤ちゃんが来てくれるための距離を縮めることができることになるような気がします。なのでまずは一番のね、あなたの声を、赤ちゃんに聞かせてあげてください。これがアドバイスとなっております。はい、2番の方の赤ちゃんのこと見ていきます。あなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここにあって、なんかね、2人とも、あなたもご主人も大きななんかストレスとか孤独感とかそういうものを感じていらっしゃるような気がする。特にご主人はなんか家族への頑張らなくちゃっていう気持ちが、強いからこそ、なんか今ややネガティブになってしまってるのかなって気もしますし、2番のあなたもなんでなかなか来てくれないんだろう、ずっと待ってるのにっていう赤ちゃんからの連絡ですね。それを、あなたがね、ずっと頑張りながら待ってるっていうのが見えています。で、今週の流れが、あなた2番のあなたがいろいろ情報を得ることによって大きな可能性がまた開かれていくって出てるので、今何かやっていることがあるとするならば、あと一つのもう一つの別の道とか次の道っていうのを試してみるのもいいかもしれないというふうに出ています。そして、子供のカードはここにあって、コウノトリのカードはここにあるんですけれども、赤ちゃんは今まではこれ暴飲暴食とも取れるし、もしかしたら食があまりにも細かったり偏ってたりっていうことで、なかなか赤ちゃんが元気に行くことができなかったような部分が見えます。でも今はなんか
安心してママのことを見ることができるのかなと。そして赤ちゃん曰くリングと花束が出ているので、もう少し、本当にもう少ししたら嬉しい知らせ、嬉しい喜びを届けることができるよっていうことを言ってくれているような気がします。だからそういう意味では、ここコウノトリね、月と太陽が出て、月は女性、太陽は男性、母親と父親、そういうものがね出ているし、一番上に百合が出てるので、もしかしたら12月頃、冬ですね、冬に生まれる可能性もあるのかな。そういう感じがしています。なので、きっとまたね一つ次のステップを試すっていうのもいいのかもしれません。はい、それでは3番の方、赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたのカードがここ、そしてご主人のカードがここなんですよね。なかなか距離はなんか離れている感じがして、なんかあなたとしては最近ショックな出来事があったっていう風に出てるので、ちょっとそのショックが大きかったりとかしたかもしれません。もしかすると結婚記念日を忘れていたりとか、その約束が果たされなかったりとか、そういう感じがあったかもしれないんですけれども、今はようやく気持ちも落ち着いてきたのかなっていうふうに出ています。そしてご主人もいろいろ忙しかったり環境が変わったりっていう部分があって、すごくストレスを抱えていたような気がします。でもこれじゃいけないっていうことをきちんとご主人も分かっている部分もある。でもまた同じようなことを繰り返してしまったら嫌だなっていう、そういう不安っていうのもあるし、なんとかしなくちゃっていう気持ちもしっかりあるように見えます。そして子供のカードとコウノトリのカードが出てるんですけれども、特に、コウノトリとあとヘビはコウノトリがすごく強いんですよね。なのでこのライバルとか、例えばあなたとの距離は遠いんですけれどもお友達のところに出てるので、何か近い距離のママ友とか、あの妊活をしている人、なんか誰かがあなたにとってやや辛い存在っていう人がいたかもしれません。でもその人とはいい意味で少し離れていくというか、縁が離れていくっていう感じがしています。でこの子供のカードを見ていると、ママにママに何か伝えたいことがあるとか、嬉しいメッセージを伝えたいんだっていうふうに赤ちゃんがすごく言っています。すごく言っていて、でこの赤ちゃんなんだけれども、イメージとしては男の子、すごく元気な子が私はすくすく育っていくような気がするので、今待ってくれている赤ちゃんっていうのはなんかもうすぐ行けるからねっていうことをなんかすごく言いたいみたいです、3番のママさんに。そしてこの子は元気に育っていけるような気がするので、今お腹の中に赤ちゃんがいる人、今赤ちゃんを待っている人、どちらもなんかゆったりと元気に健康に過ごしていけるのかなっていう、そういう感じがしています。なのでなんか赤ちゃんとしてはすごいですね。赤ちゃんのカードを見ると、右手に太陽、左手に月、お父さんとお母さんね、そのカードに囲まれているので、赤ちゃんとしてはパパの愛情もママの愛情もしっかりと伝わっている。あとは赤ちゃんが来たよっていう風な知らせを
なんかね、早くママに伝えたいっていうことを言ってるのかなはい、そういう感じがしました。ぜひ待っててあげてください。近いうちに来てくれるんじゃないかな。家族旅行とか最近ある予定ありますか？何かこういうご旅行とか基地方位旅行とか行かれることによって赤ちゃんとの距離が近づく人もいるようです。はい、これが3番の方へのメッセージです。